反対1個詰めてお願いします。輪島のことがあって、食材とかすごい心配してるんですけど、なんとか頑張ってやってるから、まあ、無理せん程度に頑張ってますね。3月に本番はラーメンを私営業しに行くはずやったんでね。だからもうこの人たちもまたみんなで来るよ、言うてたんでね。ちょっと無理なんですよね。だから去年のその10月1日に撮った写真はもう私の宝物ですよ。二度とあんなんでできへんもんな。うん。大好きや。それでざーっと流して私は、だいたい15分から20分は、人気するけど。この奥田が果物業界の副会長が手書きで作ってくれたここ仕入れ先なんですけど、ここがねみんなも通常ですよね。私らがやってることの食学科あれでもそうがあってみんながしょぼこの赤い方がチャーシュー丼です。
うどんにもあります。普段はちょっと今潰れてしまってるけど、美味しいい汁を作ってくれてる山佐昌司さんのい汁たまり漬けの漬物。日本海でなく反対側行くとい汁になるんです。方言みたいなもん。鹿島で全部がい汁って言うから、鈴に行ってい汁って注文したら全部イカだった。ああ、なるほど。だからこの山佐さんとこでい汁って注文したら一回2ケそのイカの方がなんで言うたら、こっちではよ汁って言わなあかん。そうなんや。よ汁でさっき言ってたイワシの醤油、発酵醤油を作ってくれたはるところが作ってるやつなんですよ。よしょ。よしょ。そう。もう作れんかな。僕ががなんだねんな。唐倉米の米はめちゃくちゃ美味しいんですよ。能登の唐倉米。普通にでも手に入らんようなやつです。で、紹介してもらって。一回その、輪島行った時に、輪島の方に割烹料理屋さんがあって、その店がたまたま魚がちょっと不足してて、で、僕の兄とお母さんで輪島行った時に、お兄ちゃんと僕で釣り行ってたんですけど、アラを釣ったんですよ。アラって言ったら、クエみたいな感じなんですけど、それを持って行ったら、交換で金倉米あげるって言われて。これあんまりにも美味しいから、上に出てた下野農園さんと話してたら、友達が金倉米作ってるから紹介しますって紹介した。そこから仕入れて。どこでどんなね、あれになるかわかんないみたいな。食べるために来たんですよ。で、出来上がったっていう時に、通り雨ザーって来たらもうそれだけで作ったのがパーになるんですよ。もうめちゃめちゃ、繊細な、工程の難しいお塩なんですけど。小島市内でも、いろんなね、塩いっぱいあるんだけど、割烹料理屋さんも、みんなこの塩やもんな。酒屋さんの甘酒使うのもこの塩っていう。お母さんが、いろんな輪島の人と交流してから、すごい、広がるじゃないですか。で、もう輪島行ってもうみんな手振ってくれるんですよね。で、親戚とかみたいに。で、ラーメン作りに行った時も朝、歩いたらみんな両方から手振ってくれたりとか、めちゃめちゃすごい温かい街で、すごい、めちゃめちゃいい人が多いですね。もうみんないい人ですね。1日の朝、輪島着いて、もうね、めっちゃ暖かい向かい方でね、寒かったやろ、おはよう、こっち温まり言うてストーブ置いて、コーヒー入れてくれて、座布団引いてくれるんです。ご身長だから世界の人がね、もう寒かったやろ、よう来たなぁ言うて、もうめっちゃもうあったかいね。で、そうして、息子さんと親さんと喋ってたら、息子さんが電話して、このヤシャメの、この一番のね、この人がとことことこと、みんな身内なんでね。もうあんなに貴重な人と4人座って話できるけど、もうめっちゃ宝物とか思ってたんが去年の10月の1日、県人会とかあんな時とか今年のね、春から始まる五神のナイトでまた会えるわと思ってたんがこの地震になってるんで、もう3月にほんまはラーメンを私営業しに行くはずやったんでね。だからもうこの人たちもまたみんなで来るよ言うてたんで、ちょっと無理なんですね。
だから去年のその10月1日に撮った写真はもう私の宝物ですよ。二度とあんなん出てけえんもんな。大好きや。すっきりとした、いただいた軽いお酒で、アルコール度数 20% あるんですけど、すごい甘くて、で、まあ原酒なんですごい飲み応えもあるんですけど、俺の酒が、ロックで飲んだらすごいまろやかになって、また飲みやすい、味になります。初めて今回、クラフトビールを振ってもらって、能登のチリ浜のクラフトビールです。山口水産の能登柿なんですけど、いつもむき身で送ってもらってるんですけど、今回震災のあれで断水してるんで、ちょっとむき身が送れないっていうので、殻付きを今回多分かき味噌ラーメンをする予定です。小さいですよね。こんなん塩、つけ、チンタン、塩、あったまで。はい。はい、目上がります。白湯醤油、チンタン醤油、どっちも大ではい。お願いします。はい。卵を温めるは後で、インスタサービスで手伝いします。伝票前置いてるんで、お願いします。はい。山田さんごめんなさい、塩お願いします。麺お願いします。ありがとうございます。すみません。していただきありがとうございます。すみません、ありがとうございます。
サラダスープお願い。はいよ。両だ。お箸入れな。いらっしゃいまこんにせ。ちは。反対1個冷たいお願いします。あとお決まりになりましたらお送りいたしますね。白ご飯から、ご飯セットに変更で。ありがとうございます。めっちゃ美味しいんです。すみません、前から失礼いたします。炊いた塩の卵でサービスです。今日は塩をいただきました。そうですか。どうでしたお味の方が。つるっと食べれて、美味しかった。もう、輪島は行かせてもらったり、お塩も美味しいんですよ。それで作られてるから、すっごい優しい味で、もう美味しかったですね。頑張ってほしい。もう輪島のことがあって、食材とかすごい心配してるんですけど、なんとか頑張ってやってるから、まあ無理せん程度に頑張ってほしいな。1年ぐらいでけど自分のものみたいなの言ったらちょっと難しいかな。輪島が一番ね、いいです。食がもう、港も高橋ね。
でも、向こうの方と、公食堂を作りたいよねっていう、ちっちゃいお店から。だから、頑張ろうって。はい。でその公食堂が私作りに行くの。しばらく味わんするのは、ダメ作りのコース。変できたらいいですよね。もう1回以上は結構来てますね。まあ、ここ店主さんもね、いい人やし、味も美味しいしっていうので、特に不満がないんです、今日は白湯の塩、はい。最近流行りの泡系じゃないんですけど、白湯独自の独特の味が好きなんですよ。白湯醤油も醤油のコクがものすごいあるんで、もうどっちかって言うたら両方食べたいぐらい。そのぐらい、まあ、この味にはまってしまいました。もう震災の映像を見るともうね、もう苦しいところではあるんですけど、もうちょっとずつでも、もう微力ながらちょっと協力させてもらってるんで、頑張っていただきたいなと思って通ってますわ。で今は耐える時だと思うんで、無理せんともうほんまに耐えて、復興に向けて動いてほしいなと思いますわ。目指せ金丹醤油厚玉でー。はいよ。金丹醤油。麺上がります。金丹醤油味玉です。お待たせしました。
はい、麺お願いします。山川さんがです。はい。これがね、もうちょっと貴重な塩です。詳しい大きいから手が臭いから詳しいとこだけで。これはチー油。逆手になった方がいいね。いいですか。チー油です。蓋が出て。これがヨシルです。ヨシルちょっとかもしれない。で、焦がし。背脂ミンチと、ニンニクと玉ねぎを一応あってあげた。今回逆手にするけど、うちのカーに入れます。これでうちいばに入れたいです。いいよ。どういう次はカタードです。朝取ってた手はちょっと。こういった感じですね。で、完成です。